現在ヒーローとヴィランの最終決戦が繰り広げられている僕のヒーローアカデミア。なんやかんやあってヒーローサイドが超ピンチなんだけど、これからどうなっていくのかな。先が読めなさすぎて毎週ドキドキしているよ。ということで今回は絶体絶命のヒーローたちを救う最強の助っ人について考察していこうと思います。この動画ではヒロアカ本編とビジランテの重大なネタバレが含まれているので、概要欄のジャンププラスアプリで読んでからこの動画を見てね。それでは行ってみよう。最強の助っ人といえばオールマイトしかいないんじゃないの？実はヒロアカの世界には一人だけオールマイトを超えるヒーローが存在することを知っていますか？オールマイトより強いヒーローなんているの？それは灰回光一です。灰回光一ってヒロアカ本編には登場しないキャラだよね。灰回光一はヒロアカ公式スピンオフビジランテの主人公です。ヒロアカ本編の5年前の物語で非合法にヒーロー活動をする自警団ビジランテたちの活躍を描いた物語なんだよね。相沢先生が教師になる前の活躍が見れたり、オールマイトと塚内警部の出会いが描かれたりするから、ヒロアカファンにはたまらないスピンオフだよね。本編ではほとんど登場しない飯田天也の兄インゲニウムの活躍やステインがヒーロー殺しになった過去、オール・フォー・ワンがノームを開発するきっかけになった事件など、ヒロアカ本編にも続く前日談が描かれているのですが、ビジランテの主人公灰回光一はビジランテのラスボスすら圧倒し、オール・フォー・ワンを震え上がらせるほどのチート個性を持ったスーパーヒーローです。光一がどんなヒーローなのかはこちらの動画で詳しく解説してるから見てみてね。でもさ、なんで光一がヒロアカ最終決戦の切り札になるの？それは光一の個性があまりにもチートすぎて一人でヴィラン連合を全滅させることができるからです。それってオールマイト並みの強さがあるってこと？光一はどんな個性を持っているのさ？光一の個性は当初は滑走という地面を滑るだけの地味な個性でしたが、物語終盤では個性が覚醒し最強の個性に昇華しました。具体的には力場を発生させることでさまざまなチート能力を使うことができます。チート能力ってどんなことができるの？例えば力場を利用して滑るように滑走することでインゲニウム並みのスピードで高速移動することができ、ワン・フォー・オール2代目の個性変速並みに急停止、方向転換などが可能です。もうこの時点で普通の人には捕まえられないよ。さらに足から力場を発生させ空中を高速で飛行したり、ジェット噴射のように踏ん張ることで墜落するジャンボジェットを支えることもできます。地上でも速いのに空中も自由自在に飛べるんだ。デックですら浮遊とエアフォースを組み合わせないと飛べないのに、完全に上位互換の個性だね。この機動力に加え光一は天性の危機回避能力を持っており、素の身体能力でデクの危機感知のように相手の攻撃を察知することが可能です。個性なしで相手の攻撃が見切れるってヤバすぎる。さらに力場を体中から発生させることで相手の攻撃には触れずに攻撃をさばくことができ、オールマイト以上のスピードで動ける加速系の個性オーバークロックのラッシュを自力で回避することが可能です。打撃はほぼ効かないってことか。万が一敵の攻撃によって負傷することがあっても力場で全身を包むことでギプスのように固定することができ、骨が折れたとしても戦闘が続行可能です。地上も空も自由自在に動き回れて危機感知並みの回避能力で攻撃が無効ってこの時点でヤバすぎる個性だよね。全身を力場で包み込むことも可能なので、おそらく炎や冷気、毒ガスや眠りガなども回避できる可能性が高いですね。機動力や防御力はぶっちぎりのチート個性だね。でもさ、攻撃力はどうなの？当初はほぼ攻撃力ゼロの個性でしたが、力場の使い方を習得した後は空気を圧縮して打ち出すことが可能になり、殺傷能力を高めれば空き缶を楽々打ち抜く実弾並みの威力を持たせることができます。弾切れなしの実弾打ち放題ってこと？さらに追尾性能を付与することも可能で、複数の対象を一斉に攻撃することができます。そこまでいくとレディーナガンの上位互換じゃん。でもさ、これくらいなら普通のヴィランには通用するけど、
ノームとかには太刀打ちできなさそうだね。しかしこの空気砲はあくまでサブウェポンです。もっと強い攻撃があるっていうの？ヴィランの攻撃によって生死の境をさまよい、師匠の撃によって覚醒した光一はナックルスタイルという能力を開花させますが、このナックルスタイルとは別次元から膨大な熱量を取り出し拳に乗せて放つという、正直読者にもオール・フォー・ワンですらも理解できない能力です。ちょっと何言ってるかわからないんですけど。オールマイト並みの攻撃力を持つヴィジランテのラスボスに対して一方的にタコ殴りし消滅寸前まで追い込んでいることから、オールマイトの 100% スマッシュ級のラッシュをほぼノーリスクで連発することができるという、オール・フォー・ワンも真っ青な超破壊力で攻撃することができます。全盛期のオールマイトにボコられた経験があるオール・フォー・ワンが理解できない破壊力っていうくらいだから、それ以上の破壊力かもしれないね。このように作中ぶっちぎりのチート個性を持った光一ですが、もし光一がヒロアカの最終決戦に参戦したらどうなるのか見ていきましょう。ここからはヒロアカ本編のネタバレも含まれるから、必ず最新話まで読んでから続きを見てね。戸賀卑弥呼って変身の個性を持っているんだよね。好意を持った相手なら個性すらもコピーすることができる戸賀卑弥呼の変身はとても強力な個性で、最終決戦では TWICE に変身しています。 TWICE の個性2倍で無限に増殖されたら勝ち目ないよ。ノームやダビを無限に分裂させることでヒーローたちを簡単に壊滅させることができる TWICE の個性ですが、光一なら TWICE を完封できます。どうやって完封するのさ？ TWICE の変身は骨折程度のダメージを受けると溶けてなくなってしまうため、実弾程度の殺傷能力を持つ空気砲を撃ちまくれば制圧することは可能だと思われます。連射できる上にホーミング性能もある空気砲だったらホークスの片翼みたいに TWICE を完封できそうだね。でもさ、戸賀卑弥呼が変身を解いたらどうなるのかな？気配を消す隠密行動が得意で相手の敵意に反応する危機感知の個性が通用しない戸賀卑弥呼ですが、個性ではなく天性の反射神経で攻撃を回避する光一なら戸賀卑弥呼の攻撃を回避することは造作もないことです。転ばせて拘束すれば戸賀卑弥呼を無力化できるでしょう。エンデバー並みの火力を持ってるダビにはどう対抗するの？一度は轟ショートに敗北したダビですが、伯爵熱剣リンを習得しさらに火力の上がったダビを倒すことは可能でしょうか？結論から言うと可能です。全身を力場で保護することができるため、軌道の個性のように炎の熱を受け流したり、アシドミナのアシッドマンのように炎自体を無効化できるかもしれません。他の味方を巻き込まないように空中で戦えば被害を抑えつつダビを完封することは可能でしょう。ダビが燃え尽きるまで待つか、ナックルスタイルで一発殴れば消滅させれそう。ワープゲートでどこから攻撃してくるかわからない黒霧はどう対処するの？ワープゲートによって視覚から攻撃してくる黒霧ですが、感覚だけで攻撃を回避できる光一に不意打ちは効かないでしょう。実体がつかみにくい黒霧ですが、ナックルスタイルのラッシュで当たり一面殴りまくれば気づいたら消滅しているのではないでしょうか。もはや緊張感がなくなってきたよ。今までは人間サイズのヴィランだったけど、さすがにギガントマキアは倒せないんじゃないかな。光一ならギガントマキアも余裕で制圧できます。ヴィジランテ最終話で墜落しそうになっているジャンボジェット機を一人で支えハドソン川に不時着させた光一でしたが、ジャンボジェットのおおよその重量は約300トンほどあります。完全に支えたのではないにしろ墜落する飛行機を浮かせているので、光一一人で300トンほどまでは支えることが可能だと仮定します。ギガントマキアは作中で約25メートルまで巨大化しましたが、この体長を現実の動物に当てはめてみると平均体長約25メートルのシロナガスクジラが一番近いと思われます。シロナガスクジラってギガントマキアと同じくらい大きいんだ。シロナガスクジラの体重は90トンほどで、最大の個体でも190トンとジャンボジェットの3分の2ほどの体重のため、光一一人でギガントマキアを持ち上げることも可能です。ギガントマキアを持ち上げて飛んでいく光一、もはやウルトラマンだよ。持ち上げないとしてもナックルスタイルのラッシュで消し済みにすることができるので、ギガントマキアの制圧も一人で達成させることは容易でしょう。
すがにオール・フォー・ワンは高1でも倒せないよね。体が不自由なオール・フォー・ワンなら圧勝だと思いますが、全盛期のオール・フォー・ワンとなるとさすがの高1でもどうなるか分かりませんね。個性だけじゃなくて精神を揺さぶるのも得意だから高1でも勝てないんじゃないかな。そうかもしれませんね。しかし全盛期のオールマイトにボコボコにされているという事実からすると、オールマイト並みの戦闘力があれば全盛期オール・フォー・ワンも制圧することが十分可能ということです。ビジランテの最終決戦でオールマイト並みの攻撃力があると言われたラスボスを手加減しつつ圧勝している高1なら全盛期オール・フォー・ワンを倒すことも可能かもしれません。さすがにそれは無茶苦茶すぎるよ。攻撃によって精神を揺さぶるオール・フォー・ワンですが、基本的に楽観的でヘラヘラしている高1なら精神攻撃も効かないかもしれませんね。全盛期オール・フォー・ワンが倒せたとしてもさすがに覚醒した死柄木は倒せないよね。有史以来最強のヴィランと呼ばれる死柄木にはさすがの高1も勝てないと思いますよね。しかし高1なら圧勝です。さすがに圧勝は無理でしょう。だってサンイーターの全力波動砲も効かないし、かっちゃんのクラスターでも死なないんだよ。サンイーターの波動砲も恐ろしい威力を発揮していますが、レーザーのような攻撃のため死柄木の体を消滅させることはできませんでした。爆豪のクラスターでも火力不足で死柄木を倒すことができなかったのですが、どちらも実在する兵器並みの火力なので高1の別次元から膨大な熱量を取り出すナックルスタイルの火力には足元にも及びません。別次元の膨大な熱量って何なんだよ。スター戦で死柄木は新型極超音速大陸間巡航パンチをまともに受けていたら致命傷だったと言っているため、それ以上の火力が出せれば死柄木を消滅させることが可能だということですよね。確かにそうだね。ということはオール・フォー・ワンですら理解ができない膨大な熱量で攻撃してくる高1のナックルスタイルにはなすすべもなく消滅してしまうのではないでしょうか。もう高1一人で全部解決しちゃったよ。ということで今回は、もしヒロアカ最終決戦にハイ回り高1が参戦したらどうなるのかという考察をしてきましたが、いかがだったでしょうか。高1が駆けつけたらそれだけで全部解決するってチートすぎて逆に盛り上がらないよ。まあ基本的にはヴィラン相手でも傷つけるのを躊躇する高1がフルパワーで戦う可能性も低いですし、ヒロアカが最も盛り上がる最終決戦で外伝のキャラが全て解決するという展開も無茶苦茶なので、実際に高1が無双する可能性は低いでしょうね。ここまで無双しなくていいからオールマイトが駆けつけるまでの時間稼ぎで登場するくらいがちょうどいいかもね。ヒロアカの最終決戦が今後どうなっていくのか、皆さんの考察をコメント欄で教えてくださいね。それでは次回の動画でお会いしましょう。フルスウルトラ